皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースは、お隣韓国におけるニートの人口が世界3位を記録しているというニュースが流れていたので、韓国がいかに悲惨な状態になっているか、少しお話をしていこうと思います。日本においてもニートがたくさんいますよというのは問題になっているわけですが、じゃあ世界的に見るとどの程度なのかといったことは結構気になるものです。日本特有の問題なのか、それとも世界的に見るとよくある光景なのか、そういった関心を持つのも大事でしょう。日本においてはこうした問題を取り扱うときには大抵他の国ではもっと良くて日本は本当にひどい国だといった形での取り上げ方がどうしても目立つわけですが、実際のところそういったわけでは実はありません。もちろん望まないでニートになった人たちがたくさんいて、その生活から抜け出られないということは非常に大きな問題なわけですが、その深刻度合いにおいては他の国が実際のところはより深刻だと言えるでしょう。今回はそんな悲惨な状態を示している韓国のニュースから見ていきましょう。韓国、ニートの数が OECD 加盟国のうち3位。修学修了しておらず、また職業訓練も受けていない韓国の若者が158万人に達し、経済協力開発機構 OECD 加盟地域のうち3番目に多いとの分析結果が出た。韓国の雇用情報を取り扱う公的機関による青年雇用政策の資格地帯推定及び示唆点と対する報告書によると、昨年1から10月の韓国国内における15から29歳のニートは158万5千人と推定されるという OECD 基準で、同年齢層の 20.9% に相当する。ニートの定義は各国の社会経済的状況によって異なるが、韓国ではニートについて就職の意思がなく、ただ休んでいる若者を分類している。OECD は就職していなかったり、正規の教育機関に登録していない満15歳から29歳の若者をニートに分類していることから、塾に通っている就活生や浪人生らもニートに含まれる。性別で見ると、関連統計が集計されるようになった2008年には、女性のニート割合が男性に比べ高かったが、2017年から近づき始め、昨年からは女性よりも男性の割合が高くなっている。OECD 基準で推算すると、一昨年韓国のニート規模、月平均は163万9千人で、15から29歳の人口全体の 20.9% を占める。OECD 加盟37カ国地域の中で、同基準の統計を集計した13カ国地域のうち、イタリア 23.5%、メキシコ 22.1% に続き、韓国が3番目に高かった。こちらが OECD 加盟国のうち、ニートの割合が高いランキングです。1位イタリア、2位メキシコ、そして3位に韓国が入っています。記事はここまでなので、ここからは少し補足をしておきましょう。韓国の記事だと大抵最後には日本との比較が出てくるのですが、今回はなかったのでなぜだろうかなというところを見ていきましょう。日本の場合では厚生労働省によるニートの基準は15から34歳の非労働力人口、状況を鑑みて求職活動をしていない人などのうち、家事も通学もしていない人と定義されているそうです。2020年では69万人で、これは前年よりも増加しており、コロナの影響で失業や雇い止め、就業先が見つからないなどの影響が深刻に現れているものと思われます。ただし韓国よりもはるかに少ない人数であることは明らかです。韓国基準だと年齢は15から29歳、一方で日本においては15から34歳と、年齢の範囲というものが異なっているため、同列のランキングには登場しなかったというわけです。ただし、日本と韓国の人口差を考えると、韓国におけるニート人口が非常に多いというのは、日本よりもかなり悲惨な状態になっていることは明らかでしょう。こうなっている背景としては、まず第一に、日本においては大卒の就職内定率が90% 以上という高い割合を示しているのに対して、韓国においては大卒の就職率であっても 75%、これは OECD 加盟国37カ国中の31位と非常に下位に沈んでいます。こういった状況もあって、大学を卒業したのに就職できないといった人たちがブラブラとしているうちにそのままニートに定着してしまうという可能性が韓国においては日常的に見られるわけです。韓国におけるニートの人口が世界3位だよというかなりひどい状態を伝えるニュースだったわけですが、こうなっているのは別に一時的な話ではありません。韓国においては社会構造的な問題として、このニートの人たちが大量に生み出される構造といったものがあります。というのも韓国経済は財閥に集約されるようになっていて、
それら以外の企業などに勤めると非常に不安定な生活を送らざるを得ません。そうした社会構造といったものを表しているエンタメ作品などが近年では韓国ではよく作られるようになりました。映画では半地下、そして最近ではネットフリックスでイカゲームといったものが作られましたが、それらの中に出てくるのは韓国社会においてはどうしても超えられない貧乏な人たちと、そして非常に金持ちの人たちの格差といったものが固定化されて、そこから抜け出すことが非常に困難であるといったことが社会背景として存在しています。大卒の就職率が 70% 台そこそこというのも、財閥企業やその関連企業などが大学生全般を全員受け入れることはそもそもないわけですから、どうしてもあぶれる人たちが出てくるわけです。ましてや大学まで卒業できない人たちもたくさんいるわけですから、それらの人々が不安定な生活の中でいつの間にかニートにならざるを得ないといったことも多発しているというわけです。しかしこういった問題というのは結構捨て置かれるもので、例えば日韓を比べた場合において、いずれ韓国における1人当たりの給料水準などを比較した場合において、いずれ韓国の方が上回るんだといったことをことさら強調する人たちなどがいます。このことなどはまさに韓国が財閥企業に集約されていることの反映だと言えます。日本においては中小企業が大半であり、一方において韓国においては財閥企業がまさに経済のほとんどを握っているような国です。ですから財閥企業に就職されたような人たちを対象にして考えると、給与水準がどんどんと上がっていくというのは当然なわけですが、一方において日本は中小企業が今傷んでいる状態の中において給料がなかなか上がらない。そして大企業においても株主優遇といったものを打ち出してなかなか給料へと大きな還元が行われていないなどという結構厳しい状態が続いています。ですから韓国における1人当たりの給料水準というものはどんどんと上がってきているよという話の中においては、どうしてもこのような捨て置かれる人たちがいる前提の社会なのかそうではないのかといったところは日本と韓国の大きな差だということを理解する必要があります。そしてそれはそれとして日本国内においてもニートの人たちがたくさんいるということ、それ自体もやはり問題であることは変わりありません。韓国よりも人口がはるかに多い中において韓国よりもはるかに少ない人数であったとしても、これだけの多くの人たちがニートであるという事実は変わらないわけです。ですから韓国の状態がいかにひどいかといったことだけをことさら強調して、日本よりはマシだなという話で終わらせるのではなく、じゃあ日本だったらどうやって解決しようかといったことを考えるのも非常に重要なことです。今のところ私のアイデアとしては、こうしたニートになっている人たちを学生として雇うというのが一つ良い案ではないかと思っています。日本においてはこうした教育にかけるお金というものはそれぞれの人に任せられていて、教育の無償化といった政策は残念ながら実施はされてはいません。しかしそのような政策を実施するという前提を作って、このようなニートの人たちに何かしら専門的な職業に就けるような職業訓練を行う学生として給料を出して、そして学んでもらうといったことを実施すれば、ニートの人たちを少しでも社会へと戻すことができるのではないかなと思ったりもします。もちろん全員が全員そうした一から何々の仕事を学びましょうねといったことに順応できるわけではありませんし、学んだからといってその後会社に馴染めずまたニートに戻ってしまう人たちも当然出てくることでしょう。しかしそのような仕組み作りをしておくことによって、より多くの人たちがニートから脱出することができれば、それは社会全体のためにとっても、私は最終的には投資した分は返ってくるのではないかなと思っています。皆さんは日本のニート問題をどうやって解決すればいいかな、そういったアイデアがあるでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。なお、ここからは余談になるのですが、私は年末の末頃にちょっと風邪っぽいものにかかって、その後ずっと咳が止まらない状態になっています。これは 2,3 年前の話なんですが、その頃においても風邪をひいてそこから1ヶ月程度咳がずっと続くようなことになりました。インターネットで調べるとそのような症状は咳喘息ではないかなと思われるわけで、今回も似たような症状に陥ってしまっています。動画の撮影の場合だと咳き込んだ部分についてはカットすることができるので、なんとか今は対応できているわけですが、これが生放送の時だと残念ながら咳き込んだ状態というものを皆さんに聞かせることとなってしまいます。また今年からは音声配信サイトボイシーでの配信もしようと思っていたのですが、こちらの方はもっと編集が難しく、もう喋ったら喋りっぱなしみたいな形での収録になるので、また咳が出るとこれはまたボイシーには合わないといったこともあって、なかなか活動ができないこととなっています。しかも全般的に体力が弱っているのか、
口の中にも口内炎がいくつもできてしまっていて、なかなか喋るのも辛いみたいな形になっています。皆さんもぜひとも体調の維持にはお気をつけください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。また、投げ銭機能のあるところではぜひとも投げ銭機能もしてくれると励みになります。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。